京に来て10年。あの有名ブランドに転職してようやく仕事にも慣れてやりがいを感じています。現在10人のメンバーをマネジメントする立場です。もちろん大変なことはありますが、自分の決断でプロジェクトを推進させていけることがこんなに面白いなんて。ただいま。帰り。晩飯何？私残業で今帰ってきたんだけど。いいよ、どっか食いに行けば。ごめん。ねえ、この家にはさ、あなたと私2人しか住んでないんだよ。それってさ、自分がやらなければ相手がやるってことになるわけだよね。なんでそういう言い方するかな。怒ってんなら素直に怒った方が可愛いのに。別に今やれってそういうことじゃないんだけど。ねえ、聞いてる？いいって。着替えてきなよ。なんかうまいもんでも食いに行こう。私タワーマンションのエレベーター苦手なんです。住人同士が一緒になってボタンを押す時のあの一瞬の間。同じマンションでも回数によって値段がまるで違うのが分かってるから、上層階の人はお金持ち特有の気遣いでボタンを押すのが心なしか遅い気がするし、下層階の人たちはエレベーターを降りる時自尊心を保つように毅然と笑顔で挨拶したりします。
誰も乗ってないといいんですけど。はあ、ドキドキする。実は私ね、はい。高所恐怖症なんです。だからわざわざ下の階を選んだんです。あ、ええ。大変ですね。え？高所恐怖症？ええ。まあ。じゃあお先に。そんなに見え張らなくてもいいのにね。高所恐怖症なんですとか笑うよね。そうかな。女が絶えもないことで見え張るなんて可愛いじゃん。え？あ、ごめん。にしてもだよ、女はいいよね。何が？だって今のどう見たって元ヤンじゃん。元ヤンのフリーター。そんな女でもだよ、男選びさえ間違えなければここ住めんだよ。一発逆転。逆考えてみなよ。元ヤンのフリーターの男がこんなとこ住めると思う？月島でいいよね、狭間。美味しいものって言ったじゃない。美味しいじゃん、狭間のもんじゃ。確かにここのもんじゃは絶品だけど、でもうまいもの食いに行こうって言うからおしゃれしたんだよ。あー、うまい。やっぱ出汁が違うね、ここね。これって食べ物の趣味が合わないってことなんですよね。あ、そういえばさ、明日でしょ、バーベキュー。あ、近藤さんとこの？うん。断ったよ。なんだよ。だって子供がうるさっていうか子供の自慢がうるさい。い。誰もそうじゃないよ。え？すみません、チューハイもう一杯。あのね、女も40近くなるとさ、勲章をぶら下げたくなるもんだと思うの。他の人より優れてるものを見つけ出して自慢するっていうかさ、自分のキャリアだったり容姿だったり出身校だったり趣味とか特技とか。女版ミッドエイジクライシスみたいなもん。アイデンティティの確認って感じだからさ、自分の自慢をする分には付き合えるんだけど、自分に何も自慢するもんがないからって子供の自慢ばっかされてもさ。何が悪いの？でも悪くはないけど、なんか悲しくなる。何が？だって女に子供以上の勲章ってあんの？あ、そうだ、大あさり焼き食べない？ねえ、すみません、大あさり焼きください。あ、ねえさ、ベビーカー置き場できるの知ってる？どこに？エントランスの横。マジで？うん。知ってた？知らない。邪魔じゃない。ねえ、本当のベビーカーってやつうざいですよね。そうそう。エレベーターのドアとか塞いじゃってさ。そうそう、しかも避けないんだよね。そりゃそうだよ、子供だもん。ロビーで騒いでたって当たり前って顔してるじゃない。そうなのよ。飛行機でも子供が大声上げてても注意もしないの、あれ何なんだろう。しかもさ、子供だからって優先的にエコノミーの前に座らせるじゃない？ビジネスクラスのすぐ後ろなのよ。
本当あれって何なんだろうね。だから偉いんだって子供は。優秀な女たちって専門職に就いたりキャリアを築くのに夢中で子供を産んでる余裕がないんですよね。だから産めを増やせよって政府の掛け声に乗っかってるのって知性も能力もない女たちが多くなる。それって劣勢の遺伝子ばっかりが増殖してるってことなんですよ。その上教育環境も子育て支援もひどいありさまだから劣悪な遺伝子はろくな教育を受けられないまま育ってしまう。でも政府にとってはそれが狙いなんですよね。ただ税収を増やすための駒が欲しいだけですから。目指すは衆愚政治。バカな国民の方が騙しやすいでしょ。だからこの国で子供を作るってことは世襲議員たちの独裁国家づくりに貢献してるだけなんですね。怖いね。子供はさ、高齢化社会でお先真っ暗な日本を照らす光なんだから、社会みんなで育てましょうってことよ。理屈はそうだけどさ、考えてもみなよ。人にぶつかっても謝れないような子供たちがよ、大きくなってまともな社会人になると思う？稼いで税金払うどころかさ、引きこもって生活保護年金資金を食いつぶすみたいな。ありえるわ。だって20代30代の男の年収 20% が200万以下なんだって、そんな人たちいくら税金払ってんのよって話じゃない？そうかもしれないけど、だからって子供に静かにしろとか言える？満員電車に乗ってる時はベビーカー畳んでくれとか言える？私この前姉さんに注意したのよ。そしたらあんたには子供がいないから苦労が分かんないのとか逆ギレされてさ。でしょ？触らぬ神にたたりなし。それに比べてペロちゃんはいいですね。子供を持たない幸せってさ、本当にあんのにね。そうそう、好きなだけ仕事にも趣味にも没頭できるし。子供ができたら自分の生活が制限されるわけでしょ？自分のためだけに使える時間がなくなるなんて考えられないね。働いたお金で存分にバケーション楽しみたいし。今年どこ行くの？私、モルディブにダイビング。ね。そうなんだ。さとこさんは？マルセイユ。この人たちの言っていることは正しいのかもしれないけど、でもやっぱりどこか負け惜しみに聞こえる。ごめんわ。でも私、この子たちがいて幸せなんですよ。この説得力は何なんだろう。はい、もしもし。ごめんね、急に有給取ることにして。そのミーティングはね、明日に延期してもらった。分かった。ありがとう。はい。何これ。僕にもやりたいことはあります。でも妻になる人にも同じように夢や目標を持っていてほしいし、その人がそれを叶えるのを僕自身の夢や目標にもしたいんですよ。
見なかったことにしようっと。だって私やっぱり私は家族も欲しい。優しいパパと綺麗なママ、可愛い女の子とちょっとやんちゃな男の子、幸せな家庭も欲しいんです。乾杯。いただきます。はい。あ、美味しい。うまい。やっぱいいよね。家で飯が待ってるって。最高。ねえ、お風呂入りなよ。明日入る。ここで寝ないでベッド行こうよ。ねえってば。ごめんごめん。ちょっと気持ちよくなっちゃって。マサトはさ、赤ちゃん欲しくないの？あ、それなんだけどさ、ちょっとお願いがあるんだよね。何？基礎体温とかつけてくんないかな。え？先輩がさ、排卵日分かったら一発だったって。
久しぶり。あ、離婚の相談でしょ。ハイスペックな彼氏の横にいる私のゲームの始まりは東京東京東京イェイ夢にまで見たもの砂の城だとしても足跡残すは東京東京東京イェイあのリベート仕事も恋も7センチヒール諦めないの欲望ジオルリコンプリートに必要なアイテム果てしなく続くどこかの誰かに踊らされてる Let's dance そんなことしてるわどこかの誰かに踊らされてるでも踊り続ける Let's dance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  Keep on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  dancing結局男性が求めているものは家庭的な女なんだなって最近思います。あやさん、女は子供の頃からみんなが持ってるものを欲しがるんですよ。約束ですよ。あやさんに紹介したい人がいるのよ。